ブバッテリーがなくなっちゃいましたね。しっかり入ってるやん。入ってる。いただきます。いい音。めちゃめちゃ楽しみにしてました。ここ。はい、いいですよ。ここの稚内の駅ってめっちゃ綺麗にノシャップ岬。すごいな。9%。さあバッテリーがなくなっちゃいまして、車内は5度ぐらいかな。母ちゃん、はい、じゃあこれからですね、北のニシン屋さんですかね、はい、もう空いてると思うんで、もうあと雪だるま作ってたらめっちゃ時間かかってもうお昼になってますね。はい、はい、ちょうどお昼時なんで、はい、ここから北のニシン屋さんに行って、はい、朝食と昼食兼ねたブランチ、行っていきたいと思います。はい、じゃあ出発します。ゴー。今日も一日はい、上手。もうどっか行って母ちゃん、はい、ここは北のニシン屋さん、はい、ここでねお昼ご飯を食べたいと思います。はい、じゃあ行ってきます。なんと冬季は休みに入りました。なんとやってないんか。食堂はやってないんです。なるほど。わかりました。そうですか。なんとやっぱり冬場は難しいんですね、こういう海鮮物は。海が荒れて安定して取れないから閉めるんですって。で言われてみれば海見たら分かりますよね。すごいこんなんなってる海で漁なんか出れないよね、確かに。で3月から空いてるそうなんで、3月から来られる方はねいいと思います。はい、見てみてください。はい、じゃあどうしよう筋子のおにぎりが売ってたんで、はい、筋子のおにぎり買いました。はい、これ食べて、茶を濁しましょう。はい、言葉の使い方間違ってるから。何食べれるのない？ボーロは？筋子今年初めて。そうやな。ね、はい、おしまい。星のロマン街道。来てないな。ここは道の駅初山別ですね。はいはい、道の駅はどこにあるんだろうな。目の前にあるのは温泉センター。右がこれかな。もしかしたら。はい、じゃあちょっと行ってみたいと思います。ここの温泉入ったことないですね。ここ自体は来たことないですね。そうじゃない。ほんまやね。さっきね食べれなかったじゃないですか。はいはい、ここで食べましょうよって言ってね、はい、これ安いんですよね。エビ丼定食1500円なんですけど昨日3300円ですよ、あれ。これも気になるんですけど、私的にはこの北海道来たらラーメンが気になるので、ラーメンでエビ丼でしょ。それでいいんじゃないですか。はい、これしましょうよ。開けてみてください。開けますよ。はい、じゃーん。しっかり入ってるやん。入ってる。私のは。いくら鮭丼かな。入ってますね。美味しそう。
そう。はい、じゃあいただきましょう。ラーメン嬉しいね。嬉しい。すごい、お醤油いらないね。うん。ああ、美味しそうですね。よいしょ、落ちてきた。落ちてきた。いただきます。どうですか。美味しいな。あ、そう。美味しいわ。うん、美味しい。たくさん入ってるよ。じゃあラーメン。ちょっと家内は熱いのが苦手なので先にいただきます。美味しい。あっさり醤油って感じか。うん、中華そばって感じかな。うん。書いてあるんですけど。エビ。俺ばっかり食べてる。すいません。すいません。じゃあエビ。見えますか、エビ。美味しそう。うまい。うまい。うん。うまいです。めっちゃうまい。うん。すごいうまい。でもね、多分これは旬が3月から5月で、これはね、もし冷凍なんだと思うんですけど、うまいなこれ。美味しい。なんか甘さはこっちの甘いな。でっかいし。ここね、お安く食べれて。で新鮮ボリュームもありじゃましたね。ないかなと思うし、うん、そうボリュームもエビもね大きかったですね。昨日食べたところよりも大きかったような気がしますね。ちょっと太かった。太い感じでしたね。ここはいいと思います。イクラが粒が大きくてたくさん入ってた。たくさん入ってました。で、1500円で、JAF カード提示したら 10% 割引だったそうなんですけど、家内は後で気づいたって言ってすごい悔しがって2人で3000円だったんで。2700円で食べれたってことだもんな。そうですね。それはソフトクリーム1個分や。350円から。350円やけどジャフカードそうちょっと残念ですね。はい。じゃあ美味しかったです。皆さんはジャフカードはい提示してください。はい。今は幌延町っていうのかな、この辺り。幌延駅の近くですね。はい。また雪深くなりましたね。この信号を右です。右ですね。スーパーマーケットあるね。ちょっとあそこ行きましょうか。ここは幌延町っていうんですかね。タイムリー。はい、タイムリー。はい、じゃあ行きましょう。何を買いに来たかっていうと今日の夜のコーヒーのお供ですね。こういうの何もらって帰るの？違うや。飾ってるんかなこれ。ちゃうやろ、ここやろ。あかんやろ。使わない。はい、めっちゃ楽しみにしてた豊臣温泉に戻ってきました。めっちゃ嬉しいです。嬉しいですね。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しいです。神戸にいると北海道豊臣温泉まで遠いなって思ってましたよね。まあでも来てしまうとね、まあ刻んできてるんでそんな、まあ来たなって感じですけど、まあでも実際はねめちゃめちゃ遠いんですけどね。嬉しいです。嬉しいです。はい、嬉しいです。帰ってきたよ。ふれあいセンター。ここの食堂のジンギスカンですね。ちょっと絵はない、あるな。あれですね。あれがもう最高美味しかったよな。ちょっとお値段高くなったかな。値上がりしたかな。いやでもこの辺がこの値段やから多分変わってないんじゃないかな。こんなもんだったように思います。はい、じゃあ行きましょう。休みありますよ。あ、昨日休みやったよ。
ああよかったね。危ない。これは危なかったな。今日明日、はい、よかったよかった。聞いてこないとダメだね。ああ危ない。はい、もうここ休みやったらもうちょっとショックでしたね。まあ、こっちにね当時のお風呂、ここはね確かぬるかったんですよね。ぬるめで長く入れるようになってて、で私たちはね一般の方に行くことにしてます。いつもこっちはね暑いんですよ。かなり暑い。いやー嬉しいな。でもねここはね上がった後ねすごい石油の匂いするのね、体からもうすごい匂いしますよ。でもね次の日も取れないです。そうですね。でもね私はね本当に効いたっていう感覚があるんで、めちゃめちゃ楽しみにしてました。ここもう肌がねちょっとずつ悪くなってきてたんで、ちょうどいい時期だと思ってました。はい、じゃあ行ってきます。今豊臣温泉1回目入りました。食堂でビールを飲みたいなと思って、で車をまず今日の車中泊場所まで移動させようと思って、ビール飲んでからだったらできないんで先にね一応キャンピングカーを移動させます。24時間のトイレが向こうにあるんですね。あの建物のところですね。なのであっちに寄せようと思ってます。ここがね24時間のトイレがあるんですね。でここに今移動させてきました。じゃあもう一度温泉戻ります。じゃあ母ちゃん、はい、お疲れ様です。じゃあ母ちゃん、お疲れ様です。はい、これどうぞ。先にどうぞ。はい、ジンギスカンお待たせしました。どうぞ。ジンギスカンの食べ方、網の上にジンギスカンの鍋を乗せて火をつける。鍋の縁に水を半分入れる。野菜は水に入れて煮ても鍋の上で焼いても美味しく食べられます。肉と野菜が焼けたらタレにつけて食べる。なるほど。じゃあまず火をつけますね。どれぐらいなの？中火ぐらい、これぐらいにしときましょうか。で水を入れるんですね、縁に。はい、いいんじゃないですか。はい、じゃあ焼きます。いい音。あ、やばいやばい。肉が母ちゃん酔っ払ってきたん。すきっ腹に思いっきり飲んだからね。いい気分ですか？食べたいのに眠たくなってきた。何これ、柔らかい。柔らかい。じゃあ私も真っ赤かな顔ですけどいただきます。柔らか、美味しい。めっちゃうまい、柔らかい。母ちゃん、豊臣温泉、油の匂い。めっちゃ油の匂いしますね。めちゃめちゃ良かったです。本当にね期待してきてたんですけど、やっぱりね期待以上にやっぱりいいですね。なんか最高でした。本当に体がね良くなったというか、かなりシワシワだったんですよ。ここ入る前。でも今ね全然シワなくなって、すごいなぁと思って。私もね体赤いところがあったんですけど、上がってきたらちょっとね、そんなことはないかもしれないんですけど、気分的だとは思うんですけどね、なんか良くなったような気がして、ありがたいお湯でした。はい、今日はね向こう側にある駐車場で車中泊をさせていただいて、明日もねまたお風呂には入りたいなと思ってます。はい、じゃあ凪のところに帰ります。最高でした。当時におすすめです。ここのねライトアップが綺麗なんですよ。ライトアップっていうのか街灯っていうのかわからないんですけど、はい、雰囲気めっちゃありますね。はい、でも気温ちょっと低いかな。結構寒い気がするな。割には、低いなって感じますね。ここめっちゃ綺麗。ここ綺麗やねんな。いい感じ。
ここのね豊富温泉はね、この静かな感じもいいんですよね。明日まあ土曜日なんでちょっと人は多くなるかなとは思うんですけど、これいいですよ本当に。空気が美味しい。はい、本当に体良くなりそうです。よいしょよいしょ。だいぶ待ったな。だいぶ待ったわ。だいぶ待ったな。それ何してんの？これ母ちゃんに返さなあかんやつやで。それはほら、父ちゃんの首ストレッチ。ああ、にゃんちゃん持ってきて、それも。そうだい。はい、持ってきて。ポイせんよ、持ってきて。はい、持っといで。はい、持ってきて。はい、あれちゃんと渡して。はい、ありがとう。あにゃー。なんかにゃんのさ、悪さって知れてんな。そうやな。ちょっとこんなんたまに取ったりするだけで、ね、返して言うたらすぐ返すし。返してくれるもんね。なぎ持ってきて、それ持ってきて、持ってきて。はいはい、ありがとう。これ楽しい？これ楽しい。楽しい。おもちゃないから。そうか、おもちゃないもんね。かんちょやるかい。取っとんねん。母ちゃん、コーヒー入れました。ただいまの気温はマイナス 4.3 度ですね。で、
一番下がったのがマイナス 7.2 度ですね。朝6時ぐらいでしたね、これはね。今日の日付は1月17日土曜日ですね。旅に出てから17日間経ってますね。おはようございます。おはようございますって言ってもう結構な時間経ってますよね。もう10時半過ぎてるとかですかね。今私たちは豊富温泉にいるんですけれども、これからね、豊富温泉の近くにあるパン屋さんかな。昨日豊富温泉のふれあいセンターの方に教えていただいたパン屋さんが近くにあるっていうことなんで、そこへナギを連れてね、はい、行ってきたいと思います。スキー場もね、今日は空いてますね。あ、滑ってる。はい、滑ってます。本当だ。私たちもよく滑ってますけどね、いろんな意味で。はい、じゃあ行ってきます。母ちゃん、ここのパン屋さんはなんとすずちゃん。はい、すずパンって書いてありますね。名前が愛おしくて仕方ないですね。来ちゃいました。はい、まあ近いですね。豊富温泉のふれあいセンターはこの向こう側にあるんで、まあ歩いて5分ぐらいですかね。はい、じゃあ見てきてください。なぎと外で待ってます。じゃあパン買いました。はい、このすずパン。はい。すずパン。かわいい。今日は青空もね少し出てるんで、ほんと綺麗。ちょっとね青いですよね、こっちの雪って。青いって言わないかな、なんて言うんですかね。青く見えるんですよ少し。あ、綺麗。綺麗です。白がかなり透き通ってるんですかね。本当にね固まらないですよね。固めるのに水がいるんですから。綺麗。母ちゃん、はい。めっちゃ面白い現象が。これってどういうことでしょう。見えてますかねこれ。どう見たらわかるかな。これ下からねこう上がってきてるんですよね。なんちゃん、これはどういうことですか。何これ何？これあ、ダメ潰さんといて。上から落ちて刺さったんちゃうな。上からポタポタ来て、下からずっとこう上がってきたってことかな。すっげえ。なんかこんなん初めて見た。今プラス気温なんですよ。多分1度ぐらいなんで、あったかいんですよね。過ごしやすい。めっちゃあったかいよな。あったかいってなんか変な感覚やけどな。1度って言ったら、前まで寒いと思ってたけど、めっちゃあったかい。母ちゃん、何をするんですかこれから。じゃーん。お盆？何何すんの？ちょっとドラえもん風に言えなかった。全然わかる。で、それで何をするんですか？これで、はい、ソリをします。あ、このお盆をお尻に敷いて、これ引いて、はい。シャーシャーシャー。おしっこしてるみたいが。違う。っていうか割れへんこれ。母ちゃんの血圧で。いや、滑るから大丈夫じゃない。はい、じゃあまあやってみましょう。はい、いいですよ。なんか柔らかさの演出ですかそれ。なんやそれ。何の T や。T これ。ああ、なるほど。ジャンプね。お盆忘れてますよ。はい。アホや。まあ、青すぎて嫌になる。母ちゃん、これから豊富温泉、今日は初めてですね、入りに行きたいと思います。いい汗かきました。はい、久しぶりにソリならぬものをやってみました。はい、じゃあ行ってきます。温泉1回目、良かったですね。良かったです。めっちゃ気持ちよかったです。でこのちょっと軽装ですけどね、今日プラス気温なんでそこまで寒くないんですよね。いやいやいや、あそこはやばい。あそこはもうそのまま地面出とる。でこれからですね、トナカイ牧場、母ちゃん行きたいとこね。
トナカイ牧場に行ってご飯を食べたいなと思います、はい、でまたその後豊富温泉に戻ってきて2回目、はい、チケット見せてもらえますか？はい、これ受付で言うとこのチケット発行してくれるんですね。510円で1日2回まで入ることができます。なので後でもう一回戻ってきて豊富温泉入ってで稚内の方に移動しようと思ってます。はい、じゃあ行ってきます。かんちゃん、はい、ここは稚内のスーパー西条さん、はい、ここで夜ご飯買います。夜ご飯もうお弁当みたいなのにしましょうかね。電気ないんで電気ないんです元気あるんですか？元気あるんですけど電気がないで調理すると電気使っちゃうんで、はい、お弁当みたいなの買います、はい、じゃあ行ってきます。でっかいな、たくさん買いましたね。ご飯は炊いて、はい、お惣菜、はい、であとお土産も買いました。はい、はい、よかったですね。ここね。よかったです。いろいろあるんで、よかったです。選べました。これかな。左か。わかんない。これだね。これは目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は1時間34分です。運転お疲れ様でした。電気がですね、サブバッテリーがかなり逼迫してきました。走っても全然増えなくって 37% で、一晩余裕を持って過ごすには 40% いるんですよね。で、加減設定が 10% になってるんで、10% になったら全部落ちるんですね。なので 27% しかないんですね。電気はランタンにしてます。で、これからお米炊くんですけども、ちょっとランタン貸してくれるそれ。お米を今から炊きたいと思いますってなったら向こうはもう真っ暗な状態ですね。まあいいです。で、ポータブル使っていきます。ポータブルもね、でもまあ 60% ぐらい残ったかな、昨日。ないな。48%。ないな。これでね、お米炊いていきます。水を入れないといけないですね。じゃあ今からお水入れていきます。3合ぐらい。でいけますかね。まあいけそうな感じですね。よいしょ。はい。これで、白米早炊きでいいな。1000ワットクラスのポータブルなんですけど、これが今 48% 残ってて、で、45分。多分大丈夫かな。はい、じゃあこれでお米炊いていきたいと思います。今、走ってきたばっかりなんで、はい、F ヒーターもうちょっと我慢しましょうか。我慢しましょう。うん、多分大丈夫ですね。車内温まってます。温まってますからね。もうちょっと我慢して、はい、ギリギリまで我慢して、はい、F ヒーター入れましょうか。ナギも服着てます。はい、ナギもね、服着て、今、外の景色見てます。まあ、これ以上寒くなったらまた重ね着ですね。そうですね。はい。はい、まあ、大丈夫でしょう。大丈夫と思います。はい。まあ、じゃん、道の駅稚内、はい、最北ですね。最北端。はい。最北端じゃないかもしれない。でも道の駅は最北ですよね。最北端ですよね。じゃあここのね、道の駅稚内を少し散策したいと思います。結構ね、なんかね、最北の駅の証明書ってもらえるかもしれないんですよ。どこでですか？駅でかな。ここ道の駅と電車の駅が一緒になってるんで、でももう終わってるかな。もう5時回ってますもんね。じゃあ行ってみます。綺麗なんですよ。はい、めっちゃ綺麗。これは今の気温ですよね。
マイナス 2.3 度。なんか思いのほか寒く感じますね。マイナス 2.3 度。なんやろな。風が冷たく感じますね。ここの稚内の駅ってめっちゃ綺麗に。これずっとこんな感じなんかな。まあそうやな。だってもう1月の中ぐらいやから、ずっとこんな感じなの。綺麗綺麗。ノシャップ岬。すごいな。結構なところやでな、ここ。これですね、最北端の線路。はい、ここで終わりですね。で、あそこ、指宿行ったじゃないですか。はい。あそこ最南端なんですよね。最北と最南に来ましたね。足から始まる。はい。あ、これ最北の駅到達証明書。あ、これかも。お客様は日本最北の証明書に数が限られる。そのため列車を利用し駅内に到達されたお客様お一人、そういうことか。電車に、そうやな。まあそうか、こういうことですね。まあこれは見せていただきましょう。これが証明書になっているようですね。スタンプがこんなスタンプもあるんですね。なるほどね。はい。じゃあこれはね、お返ししておきますね。よいしょ。母ちゃん、電気が逼迫してますね。これはランタンですね。で、車内の電気は今のところ使って、冷蔵庫だけ回してますけど、あとは使ってないんですね。で、今私たちがいる場所は道の駅稚内ですね。で、時刻は6時56分ですね。7時ですね。外気温はマイナス 3.4 度で、車内温度は 12.8 度ですね。で、今 FF ヒーター入れてないんですね。もうちょっとしたら FF ヒーターを入れて温まろうと思うんですけど、なんせ電気が逼迫してる、サブバッテリーの容量がないんで、もう少し我慢してご飯寒いで、そんな寒くないですよね。でも寒いでなんかこういてたらだんだんあったかくなってたよね。そうですね。母ちゃんがなんか暴れてたら熱を感じますけどね。確かにちょっと2度ぐらい上がってましたよね。上がってるかもしれないで、船やな。港がねすぐそこなんですよ。それでフェリーとかが漁船とかもねあるみたいで、街ですよね、ここはね。すごい街でびっくりしました。びっくりするぐらい街でしたね。なんか前来た時と印象が違う。違いますね。前昼間来た夜の方が結構派手やね。昼間来た時なんかちっちゃい街やねんなと思ったんですけど、夜来たらギラギラしてますね。結構なんか居酒屋さん、スーパーが急に居酒屋さんになってたりとかって、一杯どうぞ。そう、一杯どうぞって飲みそうになりましたよ、本当。で、今夜の晩ご飯は途中にあったスーパーでお惣菜買いました。安かったんですよ、すごく。こんなね、海鮮明太とかが200円で、こういうのもね200円、焼いたやつで、からし明太子200円、お刺身280円、100円引き100円引きで、コロッケ1割引き135円で、ポテトサラダとかね。で、それでご飯はね、ポータブルバッテリーで炊きました。はい。で、これでね、今日の晩ご飯にしたいと思います。もうしてないんですよ。バッテリーがもったいないんで。いけるでしょう。大丈夫ですね。美味しそう美味しそう。はい。じゃあこれでね、いただきましょう。ばっちゃん。今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。なかなか電気が厳しいからね。ずっと言うて電気が厳しい。気になってしゃあない。今何パーセント何パーセント。今32です。でもなんとかなるやろ。もうこの時間で32で、ね、あと 22% は使えるってことやろ。いけるやろな。朝ちょっと残るぐらいはあるんちゃう。
朝ちょっと疲れたら、だから電気関係を使わずにランタンで、ある時に充電しといて、でランタンでって言ったらまあ持つもんやな。結構この照明が撮ってるってことやな。来るのかな。あんまり気にしてなかったけど、やっぱ結構電気食ってるよな、この照明が。気温は変わってないですね。マイナス 3.4 度から変わってないですね、外気温は。室温はね 16.5 度あるんで、あったかいですよね。あったかいというか別にもう快適な感じですかね。こうやって窓のシェードとかを開けてると、ここから冷気が入ってくるんで、肩周りがね少し寒いかなと思うんですけど、ナギはね外を見たいんでって言っても、ナギは寝てますけどねもうジャンバーとかに埋もれて寝てますけどね。白目向いてるしちょっと寝顔怖い怖いな今日はじゃあ今夜はね、この綺麗なちょっとロマンチックな稚内で過ごしたいなと思います。はい、じゃあ今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。サブバッテリーがなくなっちゃいましたね。朝の6時55分です。気温は外気温マイナス 3.7 度で、車内は 5.1 度ですね。おはようございます。サブバッテリーなくなっちゃいましたね。9% ですね。全部オフになっちゃいましたね。かちゃん、サブバッテリーがなくなっちゃいましてで今車内は5度ですね。外気温はマイナス 2.8 度ですね。はい。で光が電気がつかないんで、ランタンもめちゃめちゃ慌ててやったんでハンガーで吊りましたけど、こっちとかもあるんですけどね。はい、にゃんちゃんも毛布で起きたてなんで、もう片付けも何もしてないっていう。でこの状態で窓の明かりが欲しいんで全部今開けましたけど、開けると寒いっていう悪循環で、バッテリーはよいしょ、こんな感じですね。加減設定の 10% を超えてるんで 8% なんですね。だから赤になってて使えないっていう状態になってます。私はこれですね。はい、寒いですちょっと今ね外に撮影出てたんで寒かったんですけどね。はい、とりあえずナギの散歩に行ってもう移動しましょう。はい、じゃないとバッテリーがどうにもならないんで、はい、そうしましょう。